はい、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマですね、はい、人格が高い人と低い人の違いっていうテーマなんですけど、はい多くの人は自分自身の成長を望んでいたり、より良い人生にしたいと思ってると思うんですけど、はいその中で人格っていうのはその人の人生に大きく変わってくると思うんで、自分自身の人格を磨いていくことが大切やなとは思うんですけど、和尚さんの視点でそもそも人格が高い人の低い人って生き方にどういった違いがあると思いますか？いや、人格と性格っていうか、格がつく部分ですけどね。だから人格と性格って何なんですかっつったら、生まれ持って持ってるものの見方であったりとか考え方、よく星占いとかね、星座占いいろいろありますよね。そういった占いで星を見てると、我々もその九星とか星を見る時あるんですけど、あとは密教宿陽術って言って、星をね見て占うとか、人のその運気を見る時があるんですけど、やっぱりその星の性格っていうのがあって、大体例えばお牛座とかお羊座とかいろいろありますよね。あれも星座の性格じゃないですか。だから基本性格っていうのは大体あれに従ってるんですよ。よくそういうので見たら性格は大体合ってる人が多いです。ただみんなじゃあなんで違うのかって言ったら、こっちはね性質なんですよね。性格じゃなくて性質なんです。大体皆さんがあいつ性格悪いなとか、いや俺性格やからとかっていう、その性格っていうのは性質の方なのね。だから、自分が生きてきた中で勉強してきたことや見てきたもの、得てきたノウハウによって癖がついてるんですよ。それを性質って言います。だから悪く物事を捉えたりとか、ポジティブに捉えたりとか、これも性格ではなくて性質なんですね。だから実際生まれたばかりの赤ちゃんがネガティブな赤ちゃんいますかとかね、じゃあ3歳の人が鬱になってますかとかっていうふうに捉えたら、そんなことはないよねと。だから性質なの、これ癖なのね。っていうことは人格もどんな癖をつけてきたかっていうことだと思うし、じゃあ人格の高い人っていうのはどんな人ですかって言ったら、やっぱりね、自分が偉いってならない人です。傲慢にならない人じゃないかな。底辺に常に自分を置ける人っていうのは、やっぱりどんなに下の人でもどんなに年上の人でもやっぱ配慮ができる人ですよね。でもワンマンになってしまう、傲慢になってしまうと、やっぱ人を見下してしまったりとか、バカにしてみたりとか、自分が一番偉いんだっていう視点になって、でこれってでも大人になっていけばなっていくほど、年取れば取るほどそうなっちゃう可能性があるんです。そんなつもりはないのにいつの間にか見下してしまってたみたいな。じゃあ私なんかもいろんな人たちをやっぱ何千人と見てきてね、じゃあ最初の頃いろんな人の相談事聞いてて、ある時にね、夜中にね夜食食べてたんか分かんないですけど、その夜食食べてるでお箸が一本落ちたらしいんですよ。でこのお箸を拾っていいですかっていうね電話が夜中の2時にかかってきて、はって思ったの俺2時やでね、どうしたみたいになって、拾ったらいいんじゃないですかぐらいの感じだったんですけど、もうそっからね、なんかね、人を見るのも嫌になってきて、人の相談を受けるのもなんか嫌やな。でそっからね1ヶ月ぐらい予約ずっと入ってたんですけど、その時ももう数十年前ですわね。でその予約をもう全部キャンセルしちゃったの。もう人と会いたくなくなっちゃったのよ。でもそのキャンセルして、自分と向き合う時間が1ヶ月できちゃったね。その時にいろんなことを考えて向き合ってたら、違うやんって気づかされたの。いつの間にか自分が傲慢になってたわと。だから先生とか和尚さんとかって言われてると、人よりも徳の高い人とか徳のある人って見られるじゃないですか。で人格者とか言われるんですよね。そうすると知らん間に自分が先生みたいになっちゃってる。変な癖がついちゃってる。ほんでなんか箸ぐらい自分で拾ったらみたいなね、そんなことでなんで僕に相談してくるのみたいな、そういうね、なんか傲慢っぷりになってる自分を発見できたの。その時に違うやんと、私が偉くなりすぎてるやんと、だって人ってこんなことでもこんなことでも悩んじゃうんだよと、それをね教えていただいてるんですよ、私たちは。
だからこう YouTube 見てる皆さんもね、やっぱり何しょうもないことね考えてんの、しょうもないなって思うよりも、やっぱり自分がいろんなことを見せて教えていただいてる、人ってこんなことで悩んだり苦しんだりね、そんなことどうでもいいことを考えすぎちゃったりする、その中でネガティブになっちゃっていったりする、ね、例えば一言言った言葉が傷つく言葉とは思わずに吐いてる時だってあるんですよね。だけど言われた方はすごく傷ついてたりとかで、それで気を使えっていうわけじゃないですけども、そこへの配慮ができる、自分が底辺でおって、ね、自分が上に行かないように常日頃から意識しながら、いてる人っていうのがやっぱり人格の高い人じゃないんかなと。はい、ある意味反省できる人みたいな感じ。そうですね。自己反省しながら偉くなってしまわないように日々反省して、今日は自分が至らなかったところをね、こう自分と向き合える時間を持てる人がやっぱり人格の高い人になるんじゃないかなと思います。だから本当に人格の高い人っていうのはやっぱ徳の高い人やと思うし、でも反省するっていう癖をつけてる人じゃないですか。だから性質とか性格とかっていうのは性質だと思います。だったらみんな平等に与えられた核やと思うんですね。だったら人格を高めるためにはどうしたらいいのかって言ったら、反省しながら自分がいつの間にか傲慢になってるかもしれない、いつか自分が偉そうにしてるのかもしれないっていう、その注意深く自分をね、見つめれる人が人格が高くなる人じゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。